皆さんこんにちは、アンリです。今日は AI 研究の最前線で起きている3つの大きなブレイクスルー、つまりデミス・ハサビス氏の AGI に1030年到来発言、アンソロピックのバイオミステリーベンチ公開、そしてイントロスペクション・アダプターズ研究を AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。2026年4月29日から30日にかけて AI 研究業界に立て続けに歴史的なニュースが流れました。一つ目は Google ディープマインドの CEO であるデミス・ハサビス氏が汎用人工知能いわゆる AGI が2030年までに到来するとほぼ確定的なトーンで発言したことです。2つ目はアンソロピックがバイオミステリーベンチという新しい評価データセットを公開し、その中でクロードが人類の専門家でも解けない生物学データの謎の 30% を解いたと発表したことです。3つ目は同じくアンソロピックがイントロスペクションアダプターズ、つまり AI モデルが自分自身の隠れた誤った整合性やバックドアを自己申告できるようになる研究を発表したことです。この3つを並べてみると AI 業界が AI が AI を評価する、 AI が AI を監査するというこれまでとは全く違うフェーズに移行し始めたことがはっきり見えてきます。これまで AI の賢さや安全性は人間が問題を作って人間が採点するというのが大前提でした。ところがハサビス発言、バイオミステリーベンチ、イントロスペクションアダプターズの3つはいずれも人間ではもう手に負えない領域を AI 自身に評価させる方向にハンドルを切っているのです。それではなぜ今この3つが立て続けに出てきたのか、それぞれの中身を順番に整理し、私たちの AI 利用や仕事にどう影響してくるのかを丁寧に見ていきます。まず1つ目、ハサビス氏の AGI に1030年到来発言です。デミス・ハサビス氏は Google 傘下の AI 研究部門である Google ディープマインドの CEO で、2024年にノーベル化学賞を受賞したタンパク質構造予測 AI アルファフォールドの生みの親としても知られています。AI 業界で最も慎重派と言われてきたハサビス氏がロンドンで開かれたあるカンファレンスの中で AGI は2030年までに到来する、ただし4つのボトルネックを超える必要があると踏み込んで発言しました。ここで言う AGI とは特定のタスクだけが得意な今の AI ではなく、人間と同じように幅広い問題を自分で考えて解ける AI、つまり汎用人工知能のことです。ハサビス氏が挙げた4つのボトルネックは計算、データ、アルゴリズム、評価の4つです。計算とは AI を動かす GPU やデータセンターの規模のことで、データは AI の学習材料、アルゴリズムは AI の学習方法、そして評価とは AI がどこまで賢くなったかを測る物差しです。注目すべきはハサビス氏が4つ目に評価を入れたことです。 AI が賢くなりすぎて人間が作った試験では実力を測れなくなりつつあるというシグナルだからです。ハサビス氏はこれまで AGI の到来時期について10年以上先慎重な発言を続けてきた人物です。そのハサビス氏が2030年と踏み込んだことの重みは業界では非常に大きく受け止められています。サム・アルトマン氏のような楽観派ではなく慎重派の最前線があと4年と言い始めたという構図です。次に2つ目、アンソロピックのバイオミステリーベンチです。バイオミステリーベンチはアンソロピックが今回公開した新しい評価データセットで、その名前が示す通り生物学の謎、つまり人類の専門家でもまだ解けていない生物データの問題を集めたベンチマークです。具体的には未解明のタンパク質機能、異常な細胞挙動、薬剤反応の説明がつかないパターンといった研究者が日々頭を悩ませている本物の難問が並んでいます。このバイオミステリーベンチに対して
アンソロピックはクロードを含む複数の AI モデルを走らせ、クロードが約 30% の問題で人類の専門家を上回る回答を出したと発表しました。30% という数字は一見すると低そうに見えるかもしれません。しかしここで解かれた問題は、世界中の論文を書いている専門家ですらまだ答えを出せていない問題なのです。つまりクロードは新しい科学的発見を生成し始めているという解釈ができます。これは AI の評価フェーズが完全に変わったことを意味します。これまで AI の賢さは医師国家試験、司法試験、数学オリンピックといった正解がある問題で測られてきました。クロードはすでにそれらをほぼ満点で通過しています。ところがバイオミステリーベンチは正解がまだ存在しない問題のベンチマークなのです。この種のベンチマークが研究の主流になると、 AI の評価には専門家の追検証や AI 自身が他の AI の答えをチェックする仕組みが必須になっていきます。3つ目はイントロスペクションアダプターズ、つまり AI の内側を自己申告させる研究です。イントロスペクションとは日本語で言えば内省のことで、自分の中身を自分で見つめ直す行為を指します。アンソロピックが今回発表した研究では、大規模言語モデルいわゆる LLM に自分の重みやニューロンの中に悪意あるバックドアや訓練時に紛れ込んだ誤った整合性、つまり開発者の意図と違う動き方をする部分があるかどうかを自分で答えさせるという試みが行われました。ポイントはアダプター、つまり後付けの薄い層を追加することで AI が自分自身を診断できるようにする手法を確立しつつある点です。これまで AI の安全性は人間がプロンプトを工夫して悪い回答を引き出そうとし、それを防ぐというレッドチーム方式が主流でした。しかしモデルが大きくなるほど人間が探せる問題は氷山の一角になります。イントロスペクションアダプターズは AI 自身に、あなたの中に後から仕込まれた悪い指示や偏った重みはありますかと尋ね、 AI が自己申告するという新しい監査の形を提案しています。これは AI が AI を監査する時代の始まりです。アンソロピックは以前からコンスティチューショナル AI と呼ばれる AI にルールを内面化させる研究を進めてきましたが、イントロスペクションアダプターズはその次の段階、つまり AI に自分自身を見張らせる段階に踏み込んだ位置づけと言えます。ここまで3つを並べてみると共通点が浮かび上がります。 AGI の到来時期、科学的発見の評価、安全性の監査、そのいずれも人間だけでは追いつけなくなりつつあり、 AI が AI を評価し AI が AI を監査する仕組み作りに業界全体が舵を切っているということです。ハサビス氏が4つ目のボトルネックに評価を上げた意味もここでつながります。それでは私たち視聴者が今日からできるアクションを3つ挙げます。1つ目のアクションは AGI 到来時期に関する複数の意見を比較する習慣をつけることです。ハサビス氏は2030年、サム・アルトマン氏は数年以内、ヤン・ルカン氏は10年以上先と意見はバラバラです。ニュースで AGI は何年に来るという見出しを見たら、誰がいつどんな立場で発言したかを必ずセットで確認してください。慎重派と楽観派の発言を両方追いかけることで AGI に関する自分なりの時間軸感覚が磨かれます。2つ目のアクションは、自分の仕事領域に AI が新しい発見を出し始めるかもしれないベンチマークが登場し始めていないか調べることです。バイオミステリーベンチは生物学領域でしたが、今後は科学、医学、経済学、法務、エンジニアリング、デザインといった分野でも同じ動きが起きていきます。自分の業界で正解のない問題集を AI に解かせる動きが始まったら、それは業界の構造が変わるサインです。早めに情報をキャッチしておくと、自分の仕事の付加価値の置きどころを再設計しやすくなります。3つ目のアクションは、 AI を使うときにこの AI の中身はどう監査されているのかという視点を持つことです。法人で生成 AI を業務に組み込んでいる方は、
利用している AI サービスがどのような安全性評価や監査プロセスを経ているかを提供元のドキュメントで確認してみてください。アンソロピックの場合はコンスティチューショナル AI やイントロスペクションアダプターズといった研究があり、オープン AI や Google にもそれぞれ独自の取り組みがあります。同じ賢い AI でも安全性監査の仕組みが違えば業務適用のリスクも違います。今日の3つのまとめです。1つ目、慎重派の代表とされてきたデミス・ハサビス氏が AGI は2030年までに到来し、ボトルネックは計算、データ、アルゴリズム、評価の4つだと踏み込み、 AGI 議論のリアリティが急に高まりました。2つ目、アンソロピックのバイオミステリーベンチでクロードが人類の専門家でも解けない生物学の謎の 30% を解き、 AI 評価が正解のある試験から正解のない発見へとシフトし始めました。3つ目、アンソロピックのイントロスペクションアダプターズが AI に自分自身の誤整合やバックドアを自己申告させる手法を提示し、 AI が AI を監査する時代の入り口を作りました。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で。